今日はフルーツサンドを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフルーツサンドを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、生クリームがたっぷり入った美味しいフルーツサンドを作っていきます。今回のフルーツサンドはいちご、キウイ、黄桃、こちらの3種類のフルーツを使っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。食パン、いちご、キウイ、黄桃、生クリーム、練乳。今回はこちらの材料で作っていきます。まず食パンなんですが、こちらは8枚切りの食パンを使っていきます。お好みで6枚切りなどでも OK です。あんまり厚すぎると今度はちょっとバランスが良くなくなるので、8枚切りがおすすめです。そして中に入れるフルーツですね。今回はいちごとキウイと黄桃です。こちらの黄桃は缶詰になります。この中に入れるフルーツに関しましては、お好みのものを入れて作ってみてください。そして生クリームですね。こちらは動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。そして甘さに関しましては、今回は練乳を使っていきます。こちらの甘さだったりとか、あとは甘みの付け方はお好みでやってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめに生クリームから作っていきます。ボウルをですね、氷水に当ててください。そしてここに生クリームを入れます。そしたらですね、続いてここに練乳を加えます。この練乳の量に関しましてもお好みで調整してください。それではハンドミキサーで泡立てていきます。クリームに関しましてはしっかりめに泡立てるようにしてください。目安としてはだいたいキューブ立てぐらいですね。そのくらいぼってりとした生クリームに仕上げていきます。では泡立てます。はい、OK です。このぐらいですね、ぼってりと泡立て器の羽にくっつくぐらいですね。このぐらいしっかりめの固めの生クリームにしてください。これをね、ゆるい状態で作ってしまうと、切った時に断面がね、綺麗にならなかったり、あとは崩れてしまう時がありますので、必ずしっかりめにね、泡立てるようにしてください。ただですね、動物性の生クリームを泡立てる時は、泡立てすぎると分離する場合があります。なので、泡立てすぎには注意してください。もし予防したい時は、動物性の生クリームの中に少しね、植物性の生クリームを入れていただくと分離しにくくなります。そしたらですね、氷水から外してください。そしてきれいに取っていただいて、はい、生クリームはこれで OK です。こちらはですね、使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。冷やす時はね、上にラップをして、そしてこのまま冷やしてください。それでは続いてフルーツを切っていきます。まずはじめにいちごですね。いちごはヘタを切り落としてください。あとはね、このまま使うので、いちごはこのような状態にしておきましょう。それでは続いて黄桃です。黄桃はね、半分に切ります。こんな感じです。黄桃はね、このように2等分にして使っていきます。こちらも使う分だけ切っておいてください。それでは続いてキウイです。まず皮を剥きましょう。ヘタをね、最初に切り落とします。あとは縦に剥いていきましょう。はい、そしたら縦半分に切ります。よいしょ。キウイはですね、片方はこのまま使って、もう1個はね、これを半分にして使っていきます。キウイはこのように切ってください。はい、全部ね、フルーツが切り終わりました。そしたらですね、こちらのフルーツの水分を拭き取っていきます。まずいちごですね。1個ずつね、必ず丁寧に水分を拭き取ってください。水分をつけたままね、サンドしてしまうと水っぽくなってしまいますので、必ずね、きちんと水分を拭き取ってから使うようにしましょう。続いて黄桃です。最後はキウイです。はい、フルーツの準備はこれで OK です。それではね、サンドしていきたいと思います。まずはじめに食パンの内側ですね。ここに生クリームを塗ってください。両方にね、塗りましょう。は
はい、このように塗ってください。横から見るとこんな感じ。だいたいね、厚み 1mm から 2mm ぐらい塗っていただくといいかなと思います。そうしましたらね、フルーツを置いていきます。今回2パターン作っていきたいと思うんですが、一つはね、真ん中がいちごで、もう1個は真ん中がキウイのものを作っていきます。まずはじめにいちごは真ん中のものから作っていきたいと思います。それではね、真ん中にいちごを置きます。こんな感じです。丸ごと置いてください。その横に応答を置きます。そして反対側にも応答を置いてください。そして両サイドにキウイです。はい、こんな感じでのせていきます。そうしましたらこの隙間にクリームを入れていきます。はい、そしてこのように上を生クリーム全体で覆ってください。この時にね、隙間ができないようにだけ注意しましょう。こちらの食パンをラップの上に置いてください。あらかじめね、ラップの上で作業していただいても OK です。生クリームをつけた食パンを重ねます。重ねたら、あとはね、食パンを軽く押さえつけて、そしてラップでくるみます。できるだけね、きつめに巻いてください。はい、このようにきつめにラップでくるんでください。そうしましたらこちらを冷蔵庫で30分から1時間冷やしていきます。それではね、キウイの方ですね。こちらも同じように食パンに生クリームを塗ってください。はい、OK です。ではね、こちらは真ん中にキウイをのせます。ドンとのせてください。あとはね、両端に応答。そしてこちらの端にいちごをのせます。はい、こんな感じです。このようにフルーツを置いてください。そして生クリームをかぶせていきます。はい、OK です。このように全体を覆ってください。そしてラップの上に置いて、そして食パンを重ねます。そして手でね、軽く押さえつけてください。そしたらですね、ラップできつめにくるみましょう。ピーンと貼って、そしてくるみます。反対側もですね、押さえつけてキュッと。はい、このようにね、しっかりときつめにくるんでください。そうしましたらこちらも同じように冷蔵庫で30分から1時間冷やしていきます。はい、それではね、時間が経ったので切りたいと思います。切る時なんですけれども、フルーツを置いたとこですね、そこが断面になるように、このようにバッテンにね、切るようにしてください。忘れちゃいそうな時は、切るところにペンなどを使ってね、印していただくといいかなと思います。それではね、最初にキウイから切っていきます。では切ります。あとはまた対角線上に切っていきます。はい、このように仕上がりました。キウイがね、真ん中の方はこんな感じで仕上がってます。それでは続いていちごの方です。では切っていきます。はい、いちごはね、こんな感じに仕上がってます。こちらもね、クリームたっぷりで美味しそうに仕上がりました。はい、これでフルーツサンドの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにフルーツたっぷりで美味しそうに仕上がってます。こちらがキウイが真ん中のもので、そしてこちらがいちごが真ん中のフルーツサンドです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。もうフルーツがジューシーです。すごく美味しいです。そしてこの生クリームの練乳の甘さがすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフルーツサンドのポイントです。まずフルーツに関してなんですが、こちらはお好みのものを使用してください。ただですね、水分が多いフルーツですとサンドした時にどんどん水分が出てきてしまいますので、水分が出てこないフルーツを選んでいただくといいかなと思います。例えばね、今回入れたいちご、キウイ、あとは桃の缶詰、そして種なしのぶどう、あとはバナナなどもおすすめです。こちらはお好みのものを入れて作ってみてください。そして食パンに関してなんですが、こちらは今回8枚切りを使ってます。6枚切りでもね、作ることはできるんですが、おすすめは8枚切りです。そして今回はね、食パンの耳を残したんですが、もしね、食パンの耳を切りたい場合は、一番初めに切っておくとやりやすいと思います。そして生クリームなんですが、今回は甘さに練乳を加えました。こちらの練乳の量に関しましては、お好みで調整してください。あとはですね、練乳じゃなくても普通にお砂糖とか、あとは蜂蜜でも美味しく召し上がっていただけます。こちらの糖類に関しましてはお好みのものを使用して作ってみてください。そしてサンドする
る時のポイントです。サンドする時はまずね、内側になる方の食パンに生クリームを塗ってください。そしてフルーツを乗せる時は断面にフルーツがきちんとくるように乗せてください。乗せ方もいろんな方法がありますので、お好みでね乗せていただけたらと思います。あとはですね、フルーツを乗せたら隙間に生クリームを挟んで、そして食パンを上に重ねてください。あとは軽く手で押さえつけてラップできつめに巻いてください。そしてラップでしっかり固定したら、その後は冷蔵庫で30分から1時間ほどしっかりと冷やしてください。そうすることで切った時にね、断面が綺麗になりやすくなります。この時生クリームが緩くなってしまうと切った時にだれてしまいますので注意してください。そしてこの生クリームはですね、固めに仕上げていただくことで最後切った時にだれにくくなります。しっかり冷蔵庫で冷やしたら、その後は対角線上に切ってください。切る時も軽く手で押さえていただくと切りやすいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフルーツサンドを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。